トヨタイムズの富川裕太です。トヨタイムズビジネス、今回のテーマはこちらです。車の認証制度です。前半はですね、トヨタがどんな課題を挙げてどう改善を進めているのか、そして後半はここから先どのように進んでいくことが自動車産業の未来にとって、ひいてはお客様にとって好ましいのかといったことを考えていければと思っております。それではコメンテーターの皆さんをご紹介いたします。自動車経済評論家の池田直人さんです。池田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。池田さん、この認証制度、注目点はどんなところでしょう？これ本当にややこしいテーマを今回選んだなと思ってるんですけどね未来に向けて日本国民全体にプラスになる制度がどうなるかという話に進めていけたらなと、本当にそうなるかなと思いながら今日はやってまいりました。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてこちらトヨタ自動車の中島博樹副社長です。中島さん、お願いします。どうぞよろしくお願いします。中島さんは今回この番組を通してどんなことを伝えたいと思ってますか？ちょうどですね、1年3ヶ月前ですか、豊田会長が認証問題に対しての記者会見を開きましたよね、その後我々がどういう取り組みをしてきたかということを今日つまびらかにさせていただきたいのと、やはり未来に向けてどういう活動が必要か、それを一生懸命取り組んでいるので、このあたりを皆さんと議論できればと思っています。はい、よろしくお願いいたします。そして今日のゲストコメンテーターをご紹介いたします。国交省 OB で JAF の専務理事でいらっしゃいます野津正夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先に野津さんの経歴を私の方から紹介させていただきます。ありがとうございます。2016年に自動車局の整備課長、17年に自動車局審査リコール課長、20年には北陸信越運輸局長、21年には自動車局次長を経まして、去年ですね JAF の専務理事に就任されたということになります。国の立場も分かり、ユーザーの立場も分かる存在として今日お越しいただいたということになります。はいはいはい、よろしくお願いします。野津です。ちょっと JAF の紹介をさせていただければと思うんですけど、現在ね専務理事でいらっしゃいますからね、はい、大事な仕事ですね。まずロードサービス提供してます。で、今度10月の11日になりますけど、全国大会っていうのを2年に一遍やってるんですが、今回公開型で富士スピードウェイでやります。YouTube でも配信しますので、それから私どもモータースポーツの進行というのも、やっております。お世話になっております。はい、それから社会貢献活動、交通安全関係等々しております。それから最後関連いたしますが、私どもユーザー団体としての活動もしております。自動車関係諸税の見直しですとか、長年取り組んでいるところでございます。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。実は水素の給水素車両というのをですね、一度取材いただいたじゃないですか。車も一緒に JAF さんとやらせていただいてるんですね。そうですね。はい、やらせていただいております。和やかな会話で終わればななんてちょっとそうですね思うんですけれども、本題に入りましょうか。はい、ではまずは認証問題のこれまでの経緯について簡単に振り返ってまいります。2024年1月、国土交通省が自動車メーカー等85社に対しまして型式指定申請における不正行為の有無等に関する調査報告を指示しました。で、中間報告を経まして6月3日です。国土交通省がトヨタ、ホンダ、マツダ、スズキ、ヤマハ発動機の5社の認証試験で不正があったと発表しました。これを受けましてトヨタ自動車としては豊田章男会長、宮本本部長が記者会見を行いました。先ほど中島さんが触れたのがここになります。その後ですね、7月31日に国土交通省による是正命令が出されまして、8月9日国土交通省に対しまして再発防止についての報告書を提出してきたという流れになります。で、この7月31日の是正命令に関しましてもいろんな項目があったんですけれども、それをトヨタなりにまとめるとこの4点でまとめられました。1、経営幹部の関与、2、規定、3、記録、4、人材育成、こういったところに課題があったということが、トヨタとして出したものなんですね。一つ一つ、どんなことができていなかったかといいますと、開発認証現場の実態把握ができていなかった、規定に関してはルールに基づく仕事がなっていなかったと、
記録に関しては試験データの保管信頼性が組織として担保されていなかった。人材育成に関しては認証制度の理解が浸透していなかったと。これは経営現場双方について課題としてありましたということなんですが、これらの課題を改善するために取り組んでいる再発防止策というものを9月9日ですね、開発防止策の進捗として国交省、これ4回目になるんですけど報告を発表しました。その中身がこちらになります。はい、これがトヨタがまとめた再発防止策なんですが、左の青いところを見ていただけると柱と書いてありまして、人づくり、ものづくり、基盤の強化、つまり3本柱であるということなんですね。中島さん、ここを説明していただいてもよろしいですか。はい、先ほどあってました是正命令を受けたときにですね、やっぱり社内でいろいろ議論していたときに、この人づくりのところで特に風土のところですね、やはり正しいことが正しくできていないといったことが、現場からなかなか声が上がれない、逆に言うと経営の方もですね、現場にしっかり行ってそういうことを聞けてなかった、こういったことが分かってきたっていうのが正直なところなんですね、なのでやはり一番重要なのは人づくり、特に風土といった部分が重要だということで、ここに掲げさせていただいております。TPS 自主研というのをずっと続けていますけれども、そこで会長、社長、そして中島さん、宮崎さんもはじめ、その経営陣が現場に行ってっていう姿はよく見るんですけれども、それはここから来てるんですか。そうです。TPS の自主研という言い方をよくしますけれども、分かりやすく言うとですね、認証という業務がどういうふうに情報が流れて出来上がっているのか、こう調べますとね、車によっては800日以上のものすごく長い工程があるということが分かりましたし、部署もですね、数えきれないぐらいのたくさんの部署が絡んでいることが分かりました、そうすると認証のこと分かってますかと言われても、これ6月3日の記者会見でも、豊田会長が言ってたのは正直分からない、これなかなか勇気のいる発言だったと思うんですけど、多分私だったら自分の範囲だけで分かってると言っていたかもしれません、ですので今申し上げましたように、たくさんの日程、たくさんの部署が絡んでいることを改めて見ますとね、やっぱり全然分かってなかったなということが分かりました、ということは、この認証の一つ一つの工程をですね、しっかりと何が問題かということを明らかにしていかないとですね、この認証問題の解決はできない、ましてや風土改革はできないということで、我々の TPS という、お作法を使いながらですね、一つ一つ分解していった。それをもともと日野自動車、ダイハツ、そしてトヨタ自動食器、さらにはですね、その後ですけれども、トヨタ自動車東日本、トヨタ車体、当然トヨタ自動車もそれぞれテーマを持って取り組みました、で今写真に出ているように、もう会長自らが現場に行きですね、これは実際のある認証のプロセスを図表化しているものなんですけど、どこに問題があって、どこで、停滞が起こっているのか、なぜこんなにリードタイムかかるのかっていうことを一つ一つ、見える化していったわけですね、ということは、これが原因だということは分かるわけですから、一つ一つこの問題を解決すれば、最終的には認証問題は解決しますし、風土改革、人づくりにもつながっていく、これをトヨタでは TPS の自主研と呼んで活動しております、なるほど。それがトヨタだけではなく、おっしゃった通りトヨタグループで取り組んでいることということになりますね、さあそして、2番目の柱、ものづくり。やはりですね、この実際に認証の車を仕立てるということをやるわけですけど、その車が正しくできているかだとか、例えば試験をやったデータがちゃんとどっかに保管されていて、すぐ見せなさいと言われたときにすぐ出せるか、こういったところがですね、正直すべてうまく 100% できているかというとできてなかったということも分かりました。正しい仕事を正しくするという言い方がよく言われますけれども、正直手続きの部分が煩雑なところもありですね、ちょっとするともしかすると我々の勝手な解釈でこのぐらいでいいだろうだとか、このぐらいのことであれば法規は満足できるからいいだろうという解釈をしてしまいました、ルールから言えば、なぜそのデータが正しいのか、その時のデータはちゃんと残ってるんですかといったことをですね、いつ何時でも提示できなければ、これは正しい仕事ではないということになります、そのあたりがまだまだ不足していたなということが分かってきたのと、最近はデジタルの
ツールもどんどん進化してますから、人を介在させるんではなくて、測ったデータがそのまま例えば書類に転記できるようにするだとか、そういったですね仕組みもあるもんですから、こういったことを活用して人のミスといったものを極力少なくしていこう、ただただですねやっぱりミスっていうのはゼロにはならないもんですから、大事なことはミスが起こった時にミスしたでみんなでその問題点、異常値と言いますけど、その異常値を気づいてみんなで対策する、また先ほどの人づくり風土づくりに戻っちゃいますけど、それができなければやっぱりこのミスは撲滅はできないものですから、しっかりと人づくり風土づくりで対応していきたいというのが我々の趣旨です。トヨタの工場でね、昔から暗鈍を引くっていう言葉がありますけれども、そういったことそうですね、イメージはまず大事なことは現場で起こっている時の問題が、異常があれば、すぐその異常が見える、で異常があれば暗鈍の紐を引いて、ラインを止める、仕事を止める、で必要な人が全員集まってどこが問題かをその場で解決して、問題が解決すれば次のステップへ行く、この、当たり前の我々としての所作、先輩から学んだ所作が少し、できてなかった部分があったということだと思います。そこをしっかり規定化したと、はい、改善を続けているということになりますね、そして基盤の強化、基盤の強化という言い方をしていますけど、例えば法規認証といっても非常に煩雑なんですね、全てを理解している人はいないと申し上げましたけど、でも理解しなきゃいけない部分があるわけですね、それぞれの専門部分で専門家がこの法規に関してしっかり分かってるよ、どういう手続きすればいいかっていうのも分かってるよ、そういう人を作りたいったり、もしくは必要であれば監査といったこともやらなきゃいけません、それができるそもそも人材も育ってなかったという反省もありますし、その法律の解釈が人によって若干ずれているということもありえました、なのでそれをしっかりと統一するために、エキスパートと呼ばれる方を設置してみたり、当然私チーフテクノロジーオフィサーという立場ですが、CTO としての立場と実際にそのリスクを管理する CRO チーフリスクオフィサーっていうのがいますし、さらにはチーフクオリティオフィサーというのがいます、この3人がそれぞれの立場で本当に現場の状態を把握し、必要に応じては協議をして止めるものは止める、進めるものは進める、こういう体制を、しっかりと再構築したということであります、なるほど。こういったことを4回の報告でどんどん国交省に伝えてきたということになります。国交省としては是正命令を出しました、それに対してこの再発防止策出てきました。これ今お聞きになってどういう感覚を持たれますか？ここどうでしょう、10年ぐらいいろいろな不正の問題あってですね、2015年にディーゼルゲートの問題があって、2016年には燃費排ガスの不正があって、2017年には完成検査の問題があって、また2022年には排ガスの問題があってということですけど、共通しているのはですね、最後のその工程のところにしわ寄せがやっぱりいってる感じがしてましてですね、それはある台数をある時間内で出荷しなければいけないですとか、あるいはある時間までに作業を終えないといけないですとか、そういう一番最後の工程にしわ寄せがいくと、そこのところを今回認証工程全体を見合わせて分解されたということですので、そこは非常に視点としてはいい視点なのかなと、もう国交省 OB ですので、個人的な見解にはなりますが、そのように思います、池田さんはこの再発防止策取り組みご覧になっていかがですか？印象としてはね、真面目でまともな、すごいちゃんとはしてると、ただ一方で、じゃあなんで最初からできなかったのって気持ちはね、これはどうしても見るとあるわけですよ。例えば暗鈍を引くなんていうのはトヨタとしてはもうずっと伝統的に、トヨタ生産方式の基礎の基礎にあるわけじゃないですか、でそれでできなかったことっていうのが今度は暗鈍を引きますだけでいいのかなっていうのはちょっと正直思いますよね、でそれはできなかった原因のところにどう遡れるのか、今日ここでそのディテールを細かく議論してもしょうがないんですけど、そこにちゃんと至ってんのかなっていうところだけやっぱちょっと気になりますよね、それはやっぱり社内資格制度みたいなのがありましたけれども、そういったしっかりと把握している人がいるっていうことが大事になる。これはおそらく最低限のことだと思うんですね、まず認証制度の問題ですから、認証制度をしっかり理解する、これは一丁目一番地かもしれません。で一つ、私も技術屋なもんですからマインドとしてあるところがあったと思うんですね、法律っていうのは
最低限守らなきゃいけないこと、一方で世の中で走っている車っていうのはある意味各社と競争しているわけですから、より安全な車を作ろうだとか、より性能のいい車を作ろうというのは当たり前のことだと思うんですね。そういった中に世の中にはさまざまなアセスメントというのもありまして、例えば安全性能で5つ星ですよ、4つ星ですよっていうのもお聞きになられた方おられるかもしれませんが、要は民間団体を含めてさまざまなその性能を評価して、消費者の皆さんにこの車の性能はこの車よりももっとレベルが高いですよということをお知らせしたりするのがあるんですね、はい、なので我々当然ビジネスですから、そこにしっかりといい点数を取りたいという思いで開発をしています。その思いが先走りすぎてですね、当然法律よりも厳しい評価をしているから、これで法律は守れてるはずだみたいなことで、しっかりとしたエビデンスがですね、法規に対する認証に対するものが残せてなかったという反省が正直あります、ですから、ある意味技術屋のおごりかもしれませんが、やはり、法律は法律、アセスメントはアセスメント、それぞれに必要な情報データというものをしっかりと蓄えて、で国にはこれを届けてということをしっかりやらなきゃいけなかったというのが、あると思います。ですから池澤さんのご指摘に対しては、さまざまな再発防止策を14項目並べて、これは愚直にやってまいりますし、すでにスタートしております。ただですね、やはりこのマインドの部分だとか、やっぱり風土の部分ですね、これは正直まだまだ私たちとしては道半ばだと思っています。こういったことをしっかりと自分たちで自分たちを戒めながら、正しい仕事を正しくやれるような風土を作るところ、これが先ほどの TPS 実現ですし、これはまだまだこれから続けていくことだと思っています。完成はないと思います。なので4回目の四半期報告で社長の佐藤が国交省に対して申し上げたのは、これがスタートラインですと。でトヨタ社内にはですね、改善後は改善前という言葉があります、しっかりと再発防止だから終わりではなくて、これは新たなスタート地点で、次のまたもっと高みを見ていこうという活動は継続してやっていきたいと思っています、そういった取り組みが進んでくれば、池田さん認証でここに数値当てはめなきゃいけない、でもそれ以上厳しくしているからいいやみたいなことをしてしまった、そういったことはなくなっていくっていうことになります。自動車メーカーのね、安全に対する基準って実はね、三重の輪っかになってるんですよ、一番中心にあるのが法規です。でこれはもう法規を満たさなかったら出しちゃいけない、だからエンジニアとしてはこれはもう超えて当然、できて当然で、その外側に、各社との競争で、アセスメントっていうのがあります。でこのアセスメントでいい点を取ると、この車は安全だからっていうことでビジネスにつながる、でもっと外側にこれは企業の社会的責任として、うちの安全はここをこう大事にするっていうルールで決まってないけれども、自分たちが考えているあるべき車の姿、ユーザーに届けたい車の姿っていうのがあって、で逆に言うとやっぱりちょっとね、その真ん中のできて当然の法規に対して準拠しているかどうかのところが、言葉を選ばずに言えばちょっと舐めてたんだろうなとで、しかももっと厳しいテストやってるから大丈夫だよっていうね、これはそうは言ってもそのテストをクリアしなければダメだ、っていうことは変わらないので、そこに対するそのアジャスト、気持ちのアジャストがどこまでできるのかなと、結果として車はもう安全なものできてますよと。でそれは記者会見の時に、豊田会長がね、車は大丈夫です、安全ですっていうことを、これは多分お客さんに対してメーカーの責任として言いたかったんだと思うんですよ、ただこれを、僕らジャーナリストも聞いて、そうだよねと。だってアセスメントもやってるし、社内安全基準もあって全部やっていて、で例えばより厳しい、荷重でぶつけてる、だったら安全だよねっていうことで、僕らもねちょっとメディアの側も騒ぎすぎたんですよ。でその時にちょっとなんていうかシンパシーを感じすぎて、エンジニアの話普段から聞いてて、そういう厳しい基準やってるのを知ってるもんですから、そうするとこれはルールがね、融通が利かない国交省が悪いみたいな空気を作ったのはジャーナリスト側の責任もちょっと僕正直感じてます。ちょっとなんか対立みたいになっちゃいますよね。そう、対立構造にしちゃった。それを持ってったのは、もちろんトヨタの側に一切責任がないとは言いませんけども、悪いところもあったし直さなきゃならないところもあったけれども、でもなんかそういうところを過度に対立構造に持っていったメディアの責任っていうのを、メディアの一員としてちょっと感じてますね。なるほど、再発防止策をね今
語っていただきました。メディア側からも語っていただきましたけれども、いやいやおっしゃる通りだと思うんですね。ですからまず気持ちの部分をしっかりとリセットしなきゃいけない、そのために、異常値をしっかり見つけるということをこれからやっていきます。で時のことを振り返ればですね、例えばアセスメントのが厳しいから法規は満足しているってもし技術が言うんであれば、そのエビデンスをしっかりとご提示して、こういうことなので認証の試験はこのアセスメントの試験で代用させていただいていいでしょうかっていうふうに持っていけばよかったんですけども、それが技術者の頭の中では当たり前だろうっていう発想になったところがこれ大きな反省点だなというふうに思っています。今それぞれトヨタ自動車として、自動車メーカー側として、そしてメディアとして反省点があってこうしていかなきゃいけないってそれぞれ聞いてきましたけども、国交省としてはどうなんでしょう、なんかこの認証問題っていうのがきっかけで変わろうっていう動きっていうのはあるんですか？はい、不正があるたびにですね、検討会を開いたりワーキンググループを設置したりしていろんな対策を議論してきたんですけども、今回昨年の12月に取りまとめがなされたんですが、検討会をやはりしてまして、非常に中身がですね、過去の対策はもちろんベースにはなってるんですけども、包括的であるし根本的であるし、かつものすごくメリハリが効いた内容になってると思うんですね。ご紹介いただいてもよろしいですか？3本柱があってですね、一つは内部統制の強化徹底、で2つ目が国による監視の強化、でここまでものすごく厳しめの対策に見えるんですけども、で3つ目がですね、規制の実効性の向上ということでありまして、でこれもタイトルだけ見ると厳しめに見えるんですが、内容的にはですね、不正のリスクに応じて軽重をつけた対応をするですとか、それから保安基準といわれる車の安全性環境に関する基準なんですが、この適用日をですね、今まで対策ごとにちょっとバラバラなところがあったんですが、それを揃えてですね、ものによってはですから遅らせるものが出てくるんですけども、そういうことで実効性を上げるですとか、あと官民協議会、まさに中島副社長がそうなんですけども、経営の幹部の方と国交省の方で対話をする機会を設けるというような対策が盛り込まれておりまして、良いまとめといいますか、これを受けてあと実行していくのは国交省になりますけども、いかに実行をうまくしていくかというところが今後の課題かなというふうに思っています。今まではそういう官民協議会みたいな場っていうのはなかったっていう？そうですね、もっとなんて言うんでしょう、実務者レベルではですね、各社あるいは各社さんごとですとか、そういうことでやってました。じゃあ野津さんが局次長だった時もちょっと相談があったりとか、そういうことはしてました。ただ本当に経営の幹部がですね、国内の自動車メーカーだけでも多分14社でしょうか、乗用メーカー、トラックメーカー、バイクのメーカーとありますんで、そういった幹部の方々が一堂に会してですね、対話をするっていうのは今までなかった場ですので、この取り組みっていうのは今後非常に注目すべきところかなというふうに思ってます。この話し合いの場ができるってこと自体がね。そうなんですよね。これ国土交通省さんのホームページに載ってると思いますけれども、車がどんどん高度化してるじゃないですか。今や自動運転があったり、カーボンニュートラル、どんどんこれ新しい法律ができてくるんですね。加わってくるっていうか、おっしゃる通りです。そうすると当然我々メーカー側の開発の負荷というものも上がってまいりますけど、国土交通省からすると当然それを審査しなきゃいけない、監査しなきゃいけない。これのやっぱり工数もどんどん膨れ上がってしまう、負担が大きくなるということですね。でそれがある意味国際競争力のベースになってくるもんですから、それぞれの現場で困りごとがあるんだけれども、その困りごとを自分たちだけで解決するのか、皆さんと例えばこれカーメーカーを超えてね、こういう議論をするだとか、もう今までなかったですよ。でもこの官民協議という場ができたことによって、各社とも困りごとを言えますし、これから高度化する車のさまざまな法律にどう対応しようか、前もってこういうご相談ができる可能性も出てきたわけですね。この場は僕は非常に大きかったと思いますし、やはり残念ながら間違いはゼロにならない、
と会見で申し上げましたが、あの会見の言葉にあるようにですね、だったらみんなで相談しようよという形に一歩なんていうんでしょうか、前に進んでいったというか、これは大きな成果だったなと思いますし、これからこの中身をしっかり詰めていくわけですから、他の国の法律も含めて競争力を高めていくという意味では非常に重要な一歩だと思います。なるほど。実際にはもうこれ始まってるんですか、官民協議会って。スタートしたというふうにご理解ください。これはもうすでにもう結構早いタイミングから国土交通省の方からやりましょうというお声があって、一回まずみんなで集まってみようというスタートラインを切ったというふうにお考えください。で当然こんな人一回でね、何か問題解決するわけじゃありません。おそらく継続して何度も議論し、もし必要であればもっと細かなワーキングができるかもしれません。野津さんおっしゃっていただいたように、これカーメーカーだけじゃなくて商用車メーカーも、二輪のメーカーも入ってますから、法規はもっともっと多様になりますよね。そういったことがとにかく議論できて未来につなげていくことができる、この場ができたのは本当にありがたいですし、こういう場を提供いただいた国交者さんに本当にありがとうですね。なるほど。もう実際に始まっているこの官民協議会が2回目3回目とこれから先続いていくっていうのは、やっぱり日本としても一つになれるし、国際競争力を高めるっていう意味ではすごく大きいことですね。一番大事なのは日本の市場で走っている車が安全環境にいい車として走ることなんですが、両輪でもありますけれども、例えば基準作るところをですね、国連で今やってるんですが、その場でなるべく重要なポストを日本が握って、基準作りをリードして、結果としてその日本のカーメーカーの競争力が上がるようにですね、そういう取り組み今でもしてましたが、この官民協議会で、本当に幹部の方々からインプットいただければですね、もっといい活動ができるというようなことも十分あるんだというふうに思います。今国連でルール作りを始めてるっていうのは、その世界共通のルール作りっていうのを今されてるっていう。もともとですね、国連で自動車の安全環境の基準を作りましょうと、でそれにのっとって各国政府が、認可を出しましょうと、条約に加盟している国はその認可をお互いに相互で認め合いましょうという、こういう構造になってまして、基準はそのグループの中では一律になってるわけですね。先ほどからありましたけども、基準がちょっと難しいというのもありましたが、やっぱりその各国で平等にその認証を出していくためにはですね、ある程度やっぱり精緻に決めないといけないところはどうしてもあるものですから、でさらに基準どんどん複雑化しているところもありますので、そのあたりが、より複雑化、問題になる、要素であるかもしれませんね。つまり現時点では各国での違いは確実にあるというところがすごくよく分かったのが、こういったことがありましたよね。9月4日トランプ大統領が関税についての大統領令に署名しました。で以前トヨタイムズビジネスでも取り上げました車の関税、結局 15% に引き下げられたということになりますけれども、ただ元は 2.5% だったわけですから、これは自動車メーカーにとっては痛いということには変わりないですよね。それは間違いないですね。その大統領令の中にですね、こんなことが書かれていた。日本側についてですね、追加試験なしでアメリカで認証された自動車を販売するように取り組むとあったんです。つまり日本側がこの追加試験なしでアメリカで認証された自動車を販売するように取り組むということが大統領令の中に池田さん書いてあるということになりますね。これ大統領が日本のルールを決められるっていうものすごく大胆なトランプっぽい世界観になってますよね。そういう印象になっちゃいますよね。いやだからこれ相互主義ならいいですよ、じゃあ日本で認可取ったものはアメリカに構わず入れられるのかっていう話になるならいいんですけど、いろいろちょっと難しいなと。で、世の中全体としてはね、ワンワールドルールの方に向かっていくのは間違いないと思うんですよ。っていうのは個別に国ごとにいろいろ違ってても、どうしようもないじゃないですか。さっきその日本のね国益ってことを考えた時に、みんなが変わっていかないとこの先のグローバルの競争勝てない、でそういう引き金をトランプさんが引いちゃったっていうことですある意味で。なるほどね。これなかなか難しいところに入ったなと僕は思ってます。でちょっと一旦認証制度についてちょっと一回ねおさらいしておきましょうかね。どうなってるのか見ておきましょう。認証システムは、2つのパターンがあるということで、自己認証というものもありますし政府認証というものもあります。つまり
池田さん、さっきの話、トランプ大統領の話を当てはめますと、日本側はアメリカの車をこの日本のパターンに政府認証という形を経ずに販売するように取り組まなければならないということになるっていうことですよね。アメリカの制度って、基本的にメーカーが大丈夫だって言ったら OK だっていうことで一回出しちゃうんですよね抜き取り検査というのをやって、そこでアウトだったらこれはもう莫大な罰金を食らうと、こういう制度設計になってるんですよ。野津さん、補足ありますか？自動車の場合、影響範囲がもちろんドライバーだけじゃなくて、もう全交通参加者にこうなるもんですから、全交通参加者の理解が得られるような、制度作りっていうのがをどうするのかなっていうのを、私だったら頭痛くなってしまうと思いますけども、中島さんいかがですか？このパターン2という日本のこの認証制度、これは逆に言うと、メーカーからするとですね、国交省がしっかりと僕たちの届け出データを見て安全かどうかを判断してもらって出せると、ある意味我々からするとお墨付きをいただくわけですね。最後の砦として自己責任ではなくて国交省に守ってもらってる、こんなイメージが正直あります。で、認証問題の再発防止でも申し上げましたけど、やっぱり我々が取り組まなきゃいけない、もっともっと自分たちが自立して認証制度といったものを取り組めるようにならなきゃいけない、ということだと思います。パターン2のままでもいいんですが、我々としてはもっと自分たちが国交省から信頼され、で自分たちもデータもちゃんと出せ、そういう形で最終的に審査いただくことになればですね、よりリードタイムも短くなりますし、競争力も上がると、こういう見方ができるんではないかと。でも自動車メーカーにするとそれはより厳しくなるってことですか？厳しくなります。それはあえてそれは厳しくする。やはりその再発防止をやった結果、何が分かったかというと、やっぱり自分たちのまだ甘えがあるなだとか、データをしっかりと蓄積できてなかったな、提出できなかったな、こういう課題があったわけですね。それを徹底的に突き詰めていくと、もっともっと自律的に法規というものを守れるような仕組み、体制、ルールを社内に引くことが大事、そのための風土改革なわけですね。ですから、やはり我々が今回、その四半期報告4回目、社長の佐藤が言ったときに、これはこれからスタートですという言い方とともにですね、もっともっと自分たちが自立して、この認証制度に取り組まなきゃいけないという、コメントも出させていただいたということなんですね。これが一つ目の切り口です。で、二つ目の切り口なんですけれども、先ほどはアメリカの車がアメリカの法律のままでさっと日本に入れるかどうか、こういう議論があったわけですが、池田さん言われましたよね、真ん中に法律があって、その外側にアセスメントというか、メーカー間の競争があって、さらにその外にはメーカー各自の独立した基準といいましょうか、それを持っていると。法律の部分は確かにこれ違うんですね。アメリカは車と車がぶつかる事故が多いんです。日本は逆でしてですね、車と歩行者がぶつかる事故が多いんですね。ですから法律も歩行者をしっかり保護しましょうという日本の法律もあれば、アメリカはより大きな車がありますから、重たい車同士がぶつかったときに自社の安全性を確認しなさいと、こういう法律が違います。ですけど、我々グローバルにビジネスをさせていただいています。アメリカの会社も例えばヨーロッパに出したり、他の地域に出したりしてるわけですね。例えばそういう国になりますと、その国のアセスメントがありますから、法律よりもより厳しい状態での試験をミートしている車もたくさん存在していると思います。ですから暗に法律が違うのをそのまま鵜呑みしなさいではなくて、どのレベルの安全性能があるのかっていうデータをお互い出し合うことによって、この問題が少し前に進まないかなという見方もできると思うんですね。ですから自立してもっと認証をしっかりやらなきゃいけない、我々、それから他の国に対してもより安全性能が高ければそのデータを出すというやり方、この図を見てこの2つの切り口があるなと思ってました。なるほど。この今の中島さんの話に共通する点も出てくるので、ここでちょっとご紹介したいんですけれども、実はですね、先日配信されました声だけのトヨタイムズで、秋夫さんがアメリカにいるときに私中継でラジオの収録をしたんですね。その時に秋夫さんがアメリカの販売店の皆さんを前に語ったことについてお聞きしたりしていたんですけれども、その中で海外の車を日本で売ることですとか関税に関して触れていましたので、ちょっとせっかくですからここでお聞きいただいてもよろしいでしょうか。いろんなね、その認証問題とかね、安全対策で、いろいろ日米の差がありますよね。
でそれをトランプ大統領が日本には非関税消費があるというふうにね、おっしゃっておられますけど、多分そのことを指してると思うんですよ。それやっぱりどこのマーケットでもどの国で作っててもやっぱり同じね、イコールコンディションでやるべきだよねという話をしつつね、実は日本政府ともアメリカの車が輸入しやすいようなね、環境づくりってね今動いてますから、そういうお話を紹介することによって、トヨタがねできる、その貿易赤字の解消に向けたね、動きをちょっとご紹介させてもらいました。なるほど。それでね、なんでね僕こういう話をしてるかというとね、トヨタの設立ってね1937年なんですよ。その当時からね、アメリカのジェネラルモーターズって世界一の自動車メーカーなんですよ。ですから私ね常々言ってるのは、1937年にね、ベンチャー企業としてスタートした、トヨタ自動車、その時すでに世界一だった GM は、そのベンチャー企業を世界一の企業に育てるまでね、自動車産業というものを世界中で広げてきたんですよ。で仮に量の部分で、トヨタが世界一だと言われるならね、そのトヨタ自動車の役割は、全世界の自動車市場の発展をね、思う発言と行動をすべきだと思ってるんですよ。なるほど。どうすればフェアなね、自由貿易な世界ができるかとかね、世界中で車産業にね、従事している人たちの、生意気な言い方で言えば全ての参加者の幸せを願う、やっぱり誰から見てもそういう行動と発言があるべきであってね、でももうそういうことだと思うんですよ。といったようにですね、秋夫さんが普段から心がけていることまで話してくれたんですけど、池田さん率直にお聞きになっていかがですか？ここね、まるでよいしょみたいに聞こえるからあんまり言いたくないんですけどね豊田会長ですね、やっぱり社長から会長になった時に、やっぱ視野がガンとまた広がったような気がするんですよね。でやっぱりその会社の利益ってことをやっぱりどうしても考えなきゃならなかった社長時代と違って、今もうそのグローバルな自動車産業全体のことを考えていつも発言してるなと。でそういう意味で言うと必ずしもトヨタが得すればいいとは思ってない感じがね、しますよね。でそういう意味で言うと世界のルールをどうしていくと、より自動車産業全体が発展するのかっていうところを今回どうも言ってるな、言及してるなというふうに思いましたね。今トヨタのプラスに必ずしもならないことって言ってましたけども、わざと意地悪な質問すると、競合他社の車を輸入するとするならばトヨタの日本の国内でのライバルが増えるってことじゃないですか、普通に見ると。その通りですね。でもそれもお手伝いするっていう話なんですけど、どう受け止める？今のラジオの音声にもあったように、トヨタも全然小さな会社が成長していったわけですね。それを自動車業界を例えば先ほどのジェネラルモーターズが牽引している中で我々は成長させていただいた、今、量的に世界一だと言っていただけるようになったトヨタがやるべきことは何だといったときに、みんなと共存共栄しながらより豊かな自動車社会を作っていくこと、これに貢献すべきじゃないかということだと思うんですね。でまた技術屋の生意気な言い方ですけど、ライバルがいた方がですね、燃えるんですよ。いい顔しましたね今ニヤッとといって今僕ら勝ててるわけじゃなくて結構いっぱい負けてるところもあるもんですから努力しなきゃいけないんですけど、でやっぱこの話を聞いてて思うのは、またすいません6月3日の記者会見に戻るんですけど、あの時に、トヨタとして当然企業体質を強化するというメッセージとともにですね、あの場でやっぱり自動車業界が発展するためにこの認証問題を取り扱うかという話があったわけですよね。まさにこれが1年経ってもこの状態でつながってるなと思いますし、先ほどの官民協議会もそうですけど、認証問題は起こしてはいけないこと、これは大きく反省すべきことですが、そこを再発防止を通じて我々も学び、で最終的にはこういう形で自動車業界の発展の方にねつなげていける話にもしかしたらこれなっていくのかなということで非常に期待もしてますし、その中で自分たちがもっともっと汗をかかなきゃいけないなとも思いました。
明夫さんのこの声だけのトヨタイムズで語った内容まだまだたくさんありますので、それはねまた皆さん聞いていただければと思うんですけれども、 JAF の専務理事でいらっしゃいます松本さん、ユーザー目線で今の明夫さんの言葉を聞いてどう受け止めました？はい、今中島副社長の話も踏まえてになりますけども、ライバルも増えてよりいい車ができる、そして選択肢がこう増えるっていうことはですね、ユーザー側からすると、当然いいわけですね、より安ければなおいいんですけれども、そういった意味で非常に、やっぱり世界のトップリーダーとしての本当に大きな発言かなというふうに思います。こういった考えをその官民協議会でぜひ共有していただいてですね、本当に未来志向でいろんなことが決まっていけばいいかなというふうに思います。まさにその未来に向けて自分たちは何ができるのかというところ、お三方はどうお考えなのかということも聞いていきたいです。池田さん。ちょっと意地悪な言い方をすると、結局トヨタぐらいの規模になって、ある種今ちょっと独創っぽい感じになってきてるわけじゃないですか。でこの状態で俺がってやってると、世の中全体から足すくわれるわけですよね、だからそういう意味で言うと、みんなのためっていうことを多分口を酸っぱくして言って、で実態としても他の人たちがちゃんとメリットがあることをやっていかなければ、多分これ以上トヨタ成長できないんですよね。そこに今かかってきてると。なるほど。だからトヨタがそうやって世界の未来に向けて頑張ることっていうのは別になんていうんですか、事前事業ではなくて彼ら自身の生存戦略でもあるというふうに僕は見ていますし、その生存戦略が結果的に世の中の世界全体の自動車産業に利する、それはもっと言えば自動車産業が良くなるということはエンドユーザー、車に乗る全ての人々にとっていいことになるっていう形が、今できつつあるのかなと、僕はそんなふうに思いました。なるほど、みんなのためっていうことがトヨタにとってもプラスになるし、世界全体の自動車産業にもひいてはお客様のためになると。野津さんは、今日米の関税問題でいろいろ日本の自動車メーカー各社厳しい状況にあると思いますけれども、ユーザーの代表としてこう申し上げれば、やっぱり日本の市場をですね、これをもっと活性化していくっていうのが必要かなと思っています。冒頭に申し上げましたけども、長年 JAF では複雑な自動車関係諸税をもっと簡素化して負担を軽くっていうことを申し上げてましたが、そういったことも含めて市場の活性化っていうことに一層取り組んでいきたいと思っております。ありがとうございます。やっぱり認証問題起きてしまったことは本当にしっかり反省して、起きてしまったことは次につなげていかなければならないですから、やっぱりプラス材料として捉えないといけないですね。そうですね、やはり前を向くべきだと思います。認証問題を経験した我々だからこそ発信できる情報もたくさんあると思いますし、これを再発防止をしっかりすることで未来につなげることもできると思うんですね、もっといい車を作ろうよっていう言葉がありますけれども、これ実は今一社だけではなかなかできないんですよね。やはりより豊かな交通社会を作っていくためには、ライバルといえども時には手を組まなきゃいけないですし、消費者目線で言えば先ほど野津さん言っていただいたように、もっといい車がよりアフォーダブルに入ればありがたいわけですよね。そういう社会を目指していくときに、今回のこの認証問題で得た知見というものを有効活用し、さらには官民協議会で議論しているようにカーメーカーの枠を超えて、もっといい車作りにこれからも貢献できればと思います。それはさらに広げると官民協議会も始まりましたから、国とも一体化する。そうですね、オールジャパンという言葉を使っていいかどうか私が言うのも僭越ですけれども、やはり日本のカーメーカーが世界をリードできるように頑張っていきたいし、この認証問題をオールジャパンの大きなアクティビティにつなげていきたいです。これから先トヨタはもちろんですね、自動車産業、そして世界の自動車産業がどう進んでいくのか、皆さんに注目していただければと思います。今回はお忙しい中お三方お越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。